はい。すみません、画面共有します。はい、ということで、前回もお話をしたように、今日は私が出張なので、講義動画を見ながら、皆さんで自習をしていただきたいと思います。で、今回から、産業システムを対象とした制御システム設計という題目で、皆さんには今まで学んでいただいたモデルベース開発ですね、の、1DCAE と言われる部分に関して、実践をしていただこうと思います。で、この講義を始める前に、皆さんには Teams で連絡をさせていただきましたが、えーっと、アンケートに答えていただきたいと思います。で、こちらのアンケートにも書いてあるんですけれども、この第11回から第15回にかけて産業界における MBD の適用について演習を交えながら、そして、産業界の皆様や、学術会でプラントのモデリングをされている方をお呼びして、解説をしていくことになります。で、動画は今撮っているところなんですけれども、この動画を見る前に、必ずですね、このアンケートについて答えてください。で、このアンケートは、産学連携による課題が皆さんにどのような効果を及ぼすかについて分析をして、学会等でそのデータを利用させていただきたいと思っています。この課題はですね、後ほども説明するように、産業界の協力を得て、作っている課題ですので、皆さんがそれに対して、どのような知識や、技能が身についたかというのをできればフィードバックをしたいと思っています。当然アンケートですので、これに関しては強制ではないんですけれども、ただ、特に差し支えがないという方においてはですね、できるだけご協力をいただきたいというお願いになります。で、すいません、ちょっといっぱい画面が出てきちゃってる。はい。で、アンケートについてはここに、日本語と英語両方併記していますので、ぜひとも、回答いただきたいと思います。承諾するをいただければ、皆さんの、専門分野、大分野ということで、これは大体プログラムの所属に相当するところだと思ってください。小分野については皆さんの研究室に相当する部分で、私だったらシステム制御論研究室で制御工学を専攻しているので、制御工学と書いていただければ結構です。はい。ここに書いてあるように、皆さんの専門を簡単に書いてください。興味のある分野についてですね、特に皆さんは就職を今後控えていますので、その就職をする分野ないしは、就活をするときに興味のある分野を、ここで複数選択回答ですから、複数選択回答可能なので、複数選択で答えてください。その他があれば、ここに複数書いていただいても結構です。はい。で、こちらは、どちらかというと業種というか、分野なんですけれども、こちらは職種ですね。で、装置設計、どっちかというと機械とか、そういうプラント側を設計したいという方。で、制御開発というとコントローラーを作りたいという方。で、ソフトウェアだと UI っていうのはこれユーザーインターフェースなので、タッチ画面を作ってみるとか、いろいろなソフトですね、を作ってみたい方はここ。で、近年流行りの AI 機械学習開発、あるいはデータ解析なんかはこの辺でやりたい。研究開発というのは非常にちょっと幅が広いので、全般にはなりますけれども、どっちかっていうと、研究ですね、基礎研究などをしたい方はこちら。
生産技術や品質管理等を、されたい方はこちらを選択して、この中に該当しないものがあれば、その他、例えば営業とかですね、そういうのがあればここに書いていただいて結構です。これも複数選択可能なので、気軽に、興味のある部分を、お書きください。続いて大事なのが、受講前の段階の理解度ということで、この MBD に関する理解度についてお答えください。ただし、今もう授業が始まってしまっているんですが、皆さんが授業を受ける前の段階で、どのような知識レベルだったかということを教えてください。はい。で、全く知らないだったら全く知らないで結構です。で、ここも興味がある分野を、いくつか選んでいただいて、はい、次へ進みます。で、ここがメインのアンケートになるんですけれども、アンケートといっても、何か質問について一問一答式ではなくて、自由記述形式が1問と、PDF でブロック線図を提出してもらう問題が1問です。で、問題の対象は同じで、高温高湿チャンバー、つまり温度と湿度を制御するための、容器みたいなものですね。これ容器といっても、できれば小部屋ぐらい大きい部分だと思っていただけいいですけれども、はい、高温高湿チャンバーで目標温度と相対湿度を同時に制御するシステムを設計すると仮定して、ください。この時、設計に必要だと考える知識や情報、設計運用上で特に注意すべき点を理由とともに自由に記述をしてください。これが1問目で、自由回答でこちらになります。で、記述内容に基づいてシステム全体のブロック線図を図示してください。ブロック線図の記述には講義時の配布のフォーマットを利用してくださいということで、これはですね、皆さんの Teams にもうすでにフォーマットがありますので、こちらをダウンロードしていただければと思います。ちなみにブロック線図っていうのは、結構ですね、書き方にコツがあるので、その書き方のコツについて YouTube の動画として、アップロードしてみました。10分程度の動画で、しかも、全部、無声ですね、音声なしで、字幕になっているので、興味のある部分だけパーッと字幕で追っていただいて、見ていただくといいと思います。特に、動画後半の方にある、鍵付き線ですね、なんて言ったらいいかな。カクカクっとした矢印線を、ブロック線図の中でフィードバックなんかを書くときに、どういうふうにループさせるかというコツを言っていたりしますので、そのあたりのコツをうまく、使っていただくと、ブロック線図、きれいに書けると思います。はい。ということで、先ほどのフォーマットですね、Teams にあるフォーマットと、ブロック線図の書き方を、ご覧になった後で、こちらの、ブロック線図を書いていただければと思います。で、これは PDF 形式で提出をお願いします。はい。ということで、PDF 形式もですね、ちょっと一応注意で言っとくと、はい。2枚あります。1個は問題をもう1回確認するための問題文になっていて、もう1つが皆さんには、こちらに学籍番号を書いていただいた上で、ここにブロック線図を書いていただけます。で、提出の際には、このページの部分だけ PDF 化して提出をするようにお願いします。こちらの問題文は提出する必要がありませんので、そこだけ注意をしてください。はい。あとは自由に書いていただければ結構です。で、原則として、原則というか、やめていただきたいんですけども、チャット GPT を使ってどうしたらいいですかっていう質問を回答するのはやめてください。はい。当然、皆さんの今の状態を知りたいだけですから、これ自体が成績に影響するということは全くないので、今の皆さんの、本当に、なんていうのかな、素直な状態を知りたいと思っています。で、文章を書くのがめんどくさいので、音声認識を使って、文章として書きましたはいいです。とにかく皆さんの持っている知識というものを、チャット GPT で保管されてしまうと、皆さんの知識なのか、チャット GPT とかのその生成 AI の知識なのかが分からなくなってしまうので、そういうものはやめてください。で、同じ理由で、インターネット等で資料の検索閲覧をすることも、禁止します。はい。先ほども言いました高温高湿チャンバーとは、聞き慣れないとは思いますけれども、部屋の中で温度と湿度というものを両方、同時に制御するということですから、
その部分だけ、注目をして、どういう知識が必要で、運用上で特に注意すべき点などを、皆さんが今知ってる範囲、思う範囲で書いていただければと思います。はい、ということでちょっと長くなりましたが、このアンケートを終えた上で、今日の授業について、皆さんに参加をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。対面講義については、今のところ予定通り実施するつもりでいます。で、部屋については、後ほどまた Teams で、ご案内しますので、また Teams の方をよく見ておいてください。6月の2日は、いつも通り8時45分スタートです。6月の5日については10時半スタートだったと記憶していますが、はい、皆さんはこの部分は一応出席取りますので、事前に欠席連絡がない場合には欠席とみなしますので、よろしくお願いいたします。どうしても都合上ですね、欠席せざるを得ない場合には、事前の欠席連絡を理由とともに、お伝えいただければと思います。理由によって私の方で、どのように対応すべきかを判断します。はい。で、今日の課題についてもアップロードをしています。これは、この課題をした上で、皆さんには、今度の対面講義を聞いていただきたいので、今週の日曜日までが課題になりますが、予定ではエクササイズ4とエクササイズ5、両方ちょっと、2つ出てくる予定ですので、エクササイズ5については、でき次第すぐにアップロードをします。はい。ということで、ちょっと最後ね、私の方でちょっとスケジュールの、管理がうまくいかなかったので、ちょっと最後の演習が重くなっちゃうんですけれども、すいませんが、皆さんはご協力いただきたいと思います。ごめんなさい。はい、ということで、では早速ですけれども、今日のお話をしたいと思います。で、さっきも言いましたエクササイズ4に関してまでが、ここの内容なので、ここは第11回の内容になります。で、後ほど第12回についてアップロードしますが、ちょっとすいません、私、10時頃に学会に行かないといけないので、もしかするとエクササイズ5は学会が終わってすぐ帰ってきてから録音するので、ちょっと今日の、夕方までには何とかアップロードしたいと思います。すいません。はい。で、ただ、メインの授業はここでやってしまいますので、よく聞いておいていただければと思います。で、今回ですね、この授業をするにあたって、日本半導体製造装置協会というところと、そこに所属する企業様に、ご協力をいただきました。で、半導体製造装置ってなかなか皆さんね、聞き慣れないことだと思いますけれども、ただ、今回授業を受けていただいている方の多くは、電気系の学生さんが多いと思いますので、せっかくなのでこういう業界があるということを知っておいていただくといいんじゃないかなと思います。はい、半導体製造装置を、設計、製作している会社さんって、一時期、その NVIDIA とかの、生成 AI の関係で、ものすごく GPU が売れたときに、株価がものすごく上がったりしていて、今でも、少し落ち着いてきてはいると思いますけれども、それでもやっぱり製造装置というのは、やっぱこれからの、なんていうんですかね、産業において、半導体が、絶対必要なので、そういう時にその装置を、作る会社っていうのはかなりアドバンテージがあるんじゃないかなと思います。ぜひとも、皆さんにはですね、この協会に、こういう演習課題を通じて、制御をしてるとこういうことがあるのか、MBD ができるとこういうことができそうなのかっていうことをイメージしていただきたいなと思います。はい。業界としては今、すごく人材が不足しているそうなので、多分すごく皆さんに重宝されるんじゃないかなと思います。さて、で、半導体、製造装置というのは当然半導体を作っていく過程でいろいろと使われていく装置なわけですけれども、じゃあその半導体自体がどういうふうに出来上がっていくのかっていうのを書いた、概要図をですね、この SEAJ から提供をいただきました。で、私もちょっと、この製造装置のプロセス自体は、昔、勉強した気はするんですけれども、ただその細かくは知らないので、ちょっとですね、いただいているコメントをそのまま、読みたいと思います。はい。ではちょっとここのですね、内容についてはコメントを読ませていただきます。
こちらは日本半導体製造装置協会 SEJJ からの提供による半導体製造プロセスの前工程の説明概略図です。前工程とは直径 300mm のシリコンウェハーの上に半導体チップになる数ナノミリメートルレベルの回路パターンを多数形成する工程です。多種多様な工程があり、これに伴い多種多様な半導体製造装置があります。そして、これらの製造装置の多くで、ハイレベルな温度制御、圧力制御、流量制御、モーション制御が要求されます。例えば、パソコンやスマートフォンに利用される半導体デバイスでは、CPU の演算の速さやメモリの記憶量の多さが数年単位で飛躍的に向上し続けていますが、その背景には究極の微細化技術があります。半導体デバイスの基盤となるシリコンウェハーにメモリーなどを形成する際は、究極の微細化においては、わずか熱膨張でも不良品の要因になるので、100分の1度レベルの精度で温度制御も必要になります。はい。ということで、前工程の処理においてですね、様々な工程があるわけですけれども、その中で緻密な制御というのがもうすごく重要なんだということが、今の文章からもよく分かりました。私もよく分かりました。はい。ということで、ちょっとこちらについては、また改めて、次回の、次回にもですね、お話し合いいただけると思うので、こちらについて、また皆さん、動画なんかも見てですね、興味があれば、資料なんかも確認しながら、こういう工程があるんだなということを理解いただければと思います。続いて、後工程のお話も、合わせて、読んでいきます。後工程とは、シリコンウェハーに形成された回路パターンを個々の半導体チップへと切断し、CPU やメモリなどの半導体デバイスに組み立てる工程です。前工程と同様に多種多様な工程があり、これに伴い多種多様な半導体製造装置があります。それらの製造装置の多くで、ハイレベルな温度制御、圧力制御、流量制御、モーション制御が要求されます。例えば、パソコンやスマートフォンに利用される半導体デバイスは、演算速度などの性能が飛躍的に向上し続けていますが、その背景には徹底した品質検査などがあります。性能維持の保証のための試験では、高温と低温に繰り返しさらすような製品寿命に関する検査もあり、高速かつ再現性の高い温度制御も必要になります。はい。ということで、このあたりね、実は切ったりするので、広島に有名な企業さんがあったりもしますので、半導体製造装置っていうのはやっぱり大きな産業になっていくわけですね。特に、前のページと今のページでもあったように、温度の制御っていうのは一つすごく重要な、話であったりとか、あるいは、圧力の制御とか、流量の制御っていうのも、そのガスを使う関係で非常に重要になってきたりもします。はい。で、あとはですね、ロボット、モーション制御なんかも、このチップを正確な位置に置くとか、そういうことでも非常に重要になるので、とにかくですね、あまり半導体のデバイス、こういうチップはね、よく見るんですけれども、その工程で検査から製造、いろんな工程で皆さんの今回学んでいる MBD の技術であったりとか、特に制御の技術というものが必要になるということなので、はい、制御の技術でですね、いろいろとやってみたいという方は、この半導体製造装置というところにも一つ目を向けられるといいんじゃないかなと思っています。で、ただ、ちょっとイメージが湧きにくいと思うので、これからはですね、その実例を、提供いただけましたので、その実例を、いただきながら、最後は演習課題として皆さんには、実際にですね、制御機設計を体験していただこうと思います。さて、実際の半導体の製造装置工場というのが、どうなっているかということなんですけれども、これはですね、半導体製造装置に限らず、一般的な工場においては、今もう多分ほとんどこういう状態になっていると思います。昔から基本的な形は変わらないとは思うんですけれども、年々ですね、このコントローラーが、どんどん高度化していっているわけなので、その部分でまた IoT とか、データベースとかですね、あとデジタルツインみたいな話、もちろん AI も入ってきますけど、そういう言葉が、どん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 この、コントローラーとか、この制御系全体の話の中で入ってくることになります。で、基本的にはですね、工場
ないしはその工場の中にある半導体製造装置というものがさまざ、まな部品によって構成されています。で、これらはそれぞれですね、インナーループといってモーターを動かすのであれば、モーターを動かすためのコントローラー等が設置されて、適切に動作をするということになって、これらの動作をですね、今度は全体をコントロールするためのコントローラーがいます。はい。何かの装置がこういうことをしなさいということをするために、それぞれの目標値を対象としている半導体などを対象にして、どんどん制御していくわけですね。はい。で、またそれを装置間の状態というものを制御する装置間コントローラーと、全体の管理等をするホストコンピューターというものがあります。はい。で、ここもすいません。コメントがあったので、ちょっとここをコメントも合わせて読んでいきますね。半導体デバイス工場における半導体製造装置を取り巻く制御システムのイメージ図です。多種多様な半導体デバイスの製造や精密な再現性の管理などを目的として、温度、流量、モーション制御するためのローカル側のコントローラー機器は、情報ネットワークによる通信を介して製造装置外にあるホストコンピューターにつながり、制御データの収集や分析も並行する形でダイナミックな制御が常時継続します。このような大規模かつダイナミックな製造プロセスに伴い、半導体製造に関わる技術者には、技術競争力や社会的責任などに関する多様な知見や能力が求められます。とあります。はい。で、ここにあるのが、半導体製造装置の中で使われているコンポーネントやコントローラーを設計している会社さんの、一つになります。で、製造装置ってどれぐらいの規模かっていうと、こんな感じですね。結構、大きいって言っても人がいないので、どの辺か分かんないですけど、ここ人が操作する操作パネルですから、かなり、大きいということが分かります。はい。で、左側は前工程のフォトレジスト塗布というものを行うためのコードデベロッパーと呼ばれるもの。で、右側は前工程の洗浄を行うための、埋用式洗浄装置。すいません。私はあまりよく分かっていないんですけれども、洗浄装置の一種で、あるということになっています。で、大きさについては、先ほども言ったように、操作パネルの高さが人間の目の高さくらいになります。で、こちらの、レジストの塗布をするにおいては、ウェファー面の、均一な温度特性が要求されるので、温度制御が非常に重要。で、こちらは、ウェーハーの洗浄にあたって薬液とか気流などの精密な流量制御が要求されるということで、やっぱり制御が非常に重要だよというところは、読み取れるかなと思います。で、実際に、じゃあ、先ほども言ったように、コンポーネントの制御っていうのはどういうふうに行われているかっていうと、これ実は面白くって、今から出てくる流量制御とか圧力制御、あるいは温度制御や、モーション制御において、基本的な構成は変わらないんですね。で、もう先に言ってしまうと、制御対象というものがあって、これは基本的には製造装置の中の、状態になります。例えば、ウェハーの温度とか、あるいは、チャンバーの圧力であったりとか、そういうものですね。それが、制御対象自体は、装置の、中身、あるいは装置自体になるかもしれませんが、実際にはそれの、何かを操作して、バルブを操作して圧力を制御するであったり、バルブを操作して流量を制御するであったり、ヒーターの、出力を調整して、温度を調整するであったり、様々なことを、操作対象に対してインプット、アウトプットが決まっていくということですね。で、実際にコントローラーというのが、実際の機器にも、内包されているんですが、よくですね、産業機器では PLC と呼ばれるものがあります。はい。で、PLC っていうのは、プログラマブルロジックコントローラーと呼ばれるもので、フィードバック制御だけではなくて、こういう時にはこういうふうに動作をするという操作の手順というものも合わせてですね、記述されているもので、そういうものを、ラダーズと呼ばれるものを使って記述をしていきます。
で、ある条件に入ったらフィードバック制御をしなさいよということで、一番よく使われるのが PID 制御なんですけれども、そういうものも、含めて、本当に制御の全体を司るような、制御機設計をしていくことになっていきます。はい、で、あとですね、操作対象とコントローラーの間には必ずアクチュエーターと、センサーというものが、必ずついてきます。コントローラーは、操作対象の情報をセンサーを通じて読み取りますし、コントローラー自体はですね、バルブを動かしたりとか、ヒーターを温めるほどの電力っていうものは持っていないので、アクチュエーターを通じて、このコントローラーから出てくる、MV というのはマニプレイティッドバリューといって操作量のことなんですけど、この操作量を通じて、微小な信号を、アクチュエーターに伝送して、そのアクチュエーターが実際に、大きな電力、これは別電源から取ってくるんですけども、別の電源から取ってきて、実際に、ヒーターを動かしてみたりとか、バルブを、動かしてみたりとか、そういうことが、されるわけですね。はい。で、これは、すみません。先ほど、言っていた話がここに載ってます。PLC のっていうのはプログラマブルロジックコントローラーでシーケンサーと呼ばれるんですけど、シーケンスっていうのは手順が決まってるってことです。はい。なので、これをして、あれをして、これをして、あれをして、フィードバックをして、さらにこれをして、あれをするみたいなことが、いろいろ決まっているものが、シーケンサーと呼ばれるものになります。で、今ここにあるのは、株式会社ホリバエステックさんから提供いただいているもののマスフローコントローラーと言われるものです。で、ここもちょっと簡単に、原理について、コメントを読ませてもらいます。一般的なマスフローコントローラーの基本構造は、流量センサー、バイパス、バルブおよび電気回路から構成されます。また近年、さまざまなマスフローコントローラーメーカーから提供されているデジタルマスフローコントローラーでは、回路部への CPU 搭載により、高性能化、多機能化が実現されています。計測制御対象のガスは、インレット継ぎ手部より導入され、この部分ですね。流量センサーとバイパスに分流されます。センサーによりガスの質量流量を計測し、外部より与えられる流量設定信号と計測した流量の変異がゼロになるように、流量制御バルブが流量を制御することで、常に設定された流量を維持できるようになります。つまり、通常のフィードバック制御系がマスフローコントローラーの内部のみで形成されますということで、実は、今回の課題の一つがですね、このマスフローコントローラーに非常に似ている、圧力、制御機が、対象になっていて、これも、同じく堀場エステック様から提供いただいたんですが、結局、この機器の中でフィードバックが完遂していると。いうことで、本当はこれの先に大きな制御機器が、実際の装置がつながるんですけれども、ローカルフィードバックといって、その各装置から見るとアクチュエーターに相当するものがまた、こんなように、コントローラー、アクチュエーター、操作対象はこれ自身になるわけですけども、センサーに分解されていて、そこでもローカルフィードバックが組まれています。なので、1個の装置で、全体を1個の制御機が、担当しているわけではなくて、結局それぞれの装置もそれぞれの、ローカルループがフィードバックループになっていて、制御されているっていうものが、実際の、装置、これは、半導体製造装置に限らず、いろんな装置も、そうなっているケースが多いです。で、こういうふうに見るとですね、どんなコントローラーでも必ずこの構成になっていることが分かります。はい、例えばこれ、温度制御機の話なんですけども、これはアズビル株式会社様から提供いただいた、温度、調整のコントローラーユニットになります。はい。で、これもですね、ちょっと、コメントの方を読みますけれども、コントローラーとしては、音調計や PLC が代表的な機器になります。音調計は、これですね、調節計、あるいは汎用調節計という言い方もあり、圧力や流量の制御にも使われます。PLC はシーケンサーという言い方もあり、モーション制御を含め多くの用途に使われます。ちょっと補足すると、これ、音調計として売られるんですけれども、ただし、正確には調節計と言われるもので、この入力信号に、センサーの電圧信号を加えて、ここで目標値を設定すると、その電圧信号が、目標値の信号と一致するように、自動的に操作量 MV を決定すると
いう仕組みになっています。つまり電圧信号の出力元が、温度だけではなくて、圧力や流量の信号でも問題ないということなんですね、実は。はい。で、音長計というのは制御対象の特性というものが、すぐには分からないので、チューニング、動作というのをして、例えば、簡単に言うとステップオート、ステップ入力を入れて、ステップオートを取って、そこの結果から、この制御対象は一時遅れ系だなということが分かったら、その一時遅れ系の時定数とかシステムゲインの情報に、自動的に、パラメータを調整するようなことをしたりします。はい。なので、結構汎用調節器ということで、本当に純粋なコントローラーとして、コントローラーが売られているケースっていうのは、割とこの音調系、いわゆるこの音調系って言われる、調節系ですね、汎用調節系という、ものしか私は見たことがないなというイメージです。はい。で、ここは、先ほども提供いただいているアズビル株式会社様もそうですし、世の中にはたくさんの企業さんでこういう調節系を作られている企業さんがあります。先ほど少し、ちょっと、ここは操作量ですよって言ったんですけれども、合わせて音調系や調節系でよく使われている言葉として、このマニピュレイティッドバリューと、PV、これプロセスバリューのことを言います。はい。で、SP はセットポイント。で、ER はエラーということで、この、音調系等でですね、独特に使われる、この、PV、MV、SP、こっちが、プロセスバリューなんで、制御量か。制御量ですね。これが MV が操作量。セットポイントが目標値ということなので、この記号の書き方で SP、MV、PV っていうのが出てきたら、この調節系の話なんだなと。いわゆる、プロセス制御といって、さっきも言った温度とか圧力とか、流量とか、そういうものを主に制御するような機器でよく使われている言葉だと思ってください。はい。ちょっと、補足でした。で、温度制御のアクチュエーターとしては、半導体製造装置の場合、電気ヒーター、熱交換器の熱媒バルブ、ハロゲンランプ、ペルチェ素子が代表的な機器になります。また、電気ヒーターに供給する電力を調節する機器として、サイリスター、SCR やソリッドステートリレー、SSR などがあります。これはすいません。サイリスターのことを SCR と呼んで、ソリッドステートリレーのことを SSR と言います。はい。これらにより操作される対象は、炉内空気、または炉内を循環する空気、反応液、あるいはサセプター、ホットプレートなどがあります。これらは非加熱物の状態に大きな影響を与えますので、装置制御 IoT の重要なターゲットになります。温度センサーとしては、熱電対、放射温度計、測温抵抗体などがあります。そしてアクチュエーター、操作対象、センサーなどを合わせた全体が制御対象プロセスになります。温度制御ではこのような組み合わせの制御対象を一時遅れプラス無駄時間系の伝達関数式で禁じすることが多いです。なお、電気ヒーターの温度を制御対象とするケースもあり、その構成では電気ヒーターは操作対象という解釈になります。つまり、多様化した制御系の構成では、この図は表記はあくまでも一般的な概念なレベルと理解しておいてくださいとあります。先ほど述べたちょっとプロセス制御っていうのは、いわゆる対象はですね、ほとんどが一時遅れプラス無駄時間系で表現できるものを対象にしています。なので、汎用調節系で、その以外の部分ですね、で制御しようとすると、ちょっとうまくいかないというケースもあったりするので、多分二次遅れ系のバネマス系の振動系はちょっと難しいんじゃないかな。ちょっと私もそこの中のアルゴリズムまでわからないんですけど、よくモーターなんかを使うケース、ロボットなんかを使うケースでは、またそれ専用のコントローラー、サーボコントローラーと言われるものを使ったりするので、一般的にプロセス制御系と言われるのは、制御対象の特性が一時遅れプラス無駄時間で禁じできるようなものになります。はい。はい。で、さっき言ってたモーション系ですけれども、これがモーション系になりますね。全部ここ一緒なんですよね。はい。で、モーション制御のローカル機器について紹介します。モーション制御系は一般的にはサーボシステムとも言われます。コントローラーとしては、モーションコントローラー PLC、サーボアンプが代表的な機器になります。繰り返しになりますが、PLC はシーケンサーという言い方もあり、モーション制御も含めて多くの用途に使われます。モーション制御のアクチュエーターとしては、サーボモーターが代表的な機器になります。
これらにより操作される対象は、産業用ロボットや XY テーブルなどがあります。操作される対象がメカニカルな構造物になるので、突発的な故障も起こりやすい傾向にあります。したがって、ローカルコンピューティングによる緻密な振動検出が特に重要なキーテクノロジーになります。振動検出を可能にするモーションセンサとしては、サーボモーターに内蔵される検出機が活用されます。また、位置や速度だけではなく、力を制御する場合のセンサーとしては、トルクセンサーや力学センサーがあります。そして、アクチュエーター、操作対象、センサーなどを合わせた全体が制御対象プロセスになります。なお、産業用ロボットの内部の制御系などは、通常は半導体製造装置メーカーが設計する領域ではなく、産業用ロボットメーカーが設計する領域です。その意味では、半導体製造装置メーカーにとっては、温度制御系とは関与の異なる対象であるということも理解しておいてください。はい。ということで、半導体製造装置の多くというのは、やっぱり温度とか圧力とか、そういう、流量とか、そういうものを制御するのがメインになったりするんですが、当然ですね、何かをピックアップするとか、あるいは何かを動かす、搬送するとか、そういうものにはモーターが非常によく使われたりするので、サーボシステムっていうのも非常に重要な役割を持つということになりますが、先ほどのね、プロセス制御においても、モーション制御においても、基本的な構造が変わらないということで、これすごく MBD 的な考え方に近くて、要は、全体の俯瞰してみると、そこに必要な要素というものが共通化されているということなので、そういう感覚を持って取り組むと、なんかある特定の制御、ある特定の制御というふうに、それぞれの個別の知識とするのではなくて、ここで使った制御の考え方が実はここでも使えるんじゃないかという形で、いろんなところにですね、それを、アナロジーとかを使いながら転用していくことができるということになるわけですね。はい。ということで、こういうふうにですね、半導体の製造装置を、見てもいろんな制御が使われているんですけれども、なんとなくイメージはわかると思うんですが、これ実際にやってみないと、なかなか実際の設計のイメージわからないと思うので、ここからはですね、ここにもあるように、株式会社堀林テック様から提供いただいた、一つの、この会社様で作られている流量制御機や圧力制御機をちょっと題材とした制御問題について、これはモデルを使って考えていきたいと思います。はい。で、先ほどもSEAJ の資料にもありましたが、今回はですね、このエッチング工程で使われている圧力制御機と言われるものを、ちょっと皆さんに見ていただこうと思います。はい。ということで、はい。半導体の製造装置の中には、エッチング工程というのがあります。エッチングですね、ちょっとすいません。私の知ってるなんかエッチングとちょっと違う気もするので、なんて言ったらいいかな。はい。ちょっとまた皆さん、エッチング工程興味あれば、また調べていただきたいんですけれども、基本的にはですね、このウェハーにこんな形で、これチャンバーっていう、空間の中にウェハー、シリコンウェハーですね、半導体の土台になるやつです。はい。で、半導体の土台になるものがあって、そこにプロセスガスを吹きつけるという部分と、今日やるのは、この静電チャックですね、と言われる部分で、この吸着させる部分で、圧力制御を行います。はい。で、ここのあたりはですね、また、いろいろ質問があれば、来週、堀林テックから、滝尻さんが来ていただけますので、また、ぜひとも、細かい質問していただきたいんですけれども、この半導体製造におけるドライエッチングでですね、ウェハーの、温度分布が重要で、温度分布の要求というのが、やっぱり1度以下ということで、かなりですね、精度よく温度を制御しろということが要求されます。で、温度計測及び温度制御というのは、静電チャックと言われるこの ESC というものを使って実施をするそうです。はい。で、ESC というのは、この ESC の上に、さっき言ったシリコンウェハーですね、を静電気で吸着させて、その間にヘリウムガスを供給して熱伝導率を制御するということで、この熱伝導率をコントロールするために、結果的にはヘリウムの圧力制御が非常に重要になります。で、このエッチングプロセス用ウェーハー、熱
ごめんなさい。冷却ですね。この熱伝導率をコントロールして、冷却をするために圧力制御をするんですけれども、今回、その製品が見ている、ここですね。この、圧力制御機が見ているところっていうのが、要は、圧力、バルブを調整して圧力を調整しているということになります。で、この時に要求される性能ってどの程度かっていうと、制定時間、これ98%制定と言われる部分が1秒以下ですね。この制定時間はちょっと後で説明をしますけれども、簡単に言うと、ここの98%、最終目標値の98%に至るまでの、時間が1秒以下で立ち上がると。なので、これも見ていただくと、1秒よりも早い段階で目標値収束しているので、制定時間が、要求性能として、まず挙げられます。はい。で、これは圧力の制定が、速くなると、要はここに来ないと、実際の、動作ができないので、この部分は無駄な動作時間ということになるので、この動作を、速くすることによって、単位時間あたりの処理能力というものが、上がると、スループットが向上するということになります。で、さらに、オーバーシュートっていうのは、2% 以下で抑えたいということで、圧力のオーバーシュートというものは、機器の、性能に良くない影響を与えるということですね。はい。で、あともう一つが、今回これバルブを制御するんですけれども、バルブってやっぱりですね、ずーっとこの装置が動いている間って動き続けるんですけれども、それがですね、1秒、ワンステップ、制御の、離散時間のステップでいうと、その次のステップから、元のステップから次のステップまでの間に、操作量がですね、バン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 って動いちゃうと、摩耗が激しくなるんですね。消耗が激しくなるので、結果的にこの圧力制御機っていうのが、もう数ヶ月とか数年でダメになっちゃうと。そういうものではお客さんって買ってくれないので、やっぱり耐久性を重視するときに、制御性能もいいんだけれども、耐久性も高い。耐久性が高いっていうのは、やっぱり操作量がですね、それほど大きく変動しない。でも大きく変動しないんだけれども、要求を満たせてるって非常にですね、実は難しいことを要求されているんですね。はい、なんですけれども、やっぱりこういう要求を満たしながら、やっぱり商品というものは作っていかないといけないということになります。はい、結果的には制御がすごく重要になるというところですね。はい。で、これらの設定値っていうのは、まず、先に言っておくと、当然架空のものではありますが、でも非現実的なものではないです。はい。なので皆さんは、こういう、結構厳しい要件、もっと厳しいかもしれないですけど、現場の場合は。はい。そういうところで、こういう要件を満たしていかないといけないということになります。で、実現場の課題っていうのは、じゃあどうなるかっていうと、例えば、さっきのこの圧力制御機って、これ単体で、これ単体は自分のところで全部作れるので、試験なんかできるんですけれども、問題はお客さんの持っているこういう ESC にくっついたときにちゃんと性能が出るかっていうところなので、結局、そのお客さんのところに行って、半導体製造装置で、オンサイト、つまりその現場に行って、調整をしてあげないといけないわけですね。で、ここに1から2日と書いてますけれども、要はお客さんのところに行って調整が終わって、はい、これで稼働できる状態ですよっていうところを確認してもらうまでに、もう1日2日でそれを終わらさないといけないということになります。これが伸びていくと、当然お客さん生産にかかれないわけですから、非常にデメリットが大きいということで、そこもまた信用問題になってしまう。つまり決められた時間でとにかく絶対に終わらせない、調整を終わらせないといけないということです。ただし、お客さんの持ってる機器って、どういうものか、当然 ESC というのは分かってるんですけれども、その想定されている、パラメーターかどうかって本当につないでみないと分からないので、結局、つないでみるまでは、応答仕様を満たせるかどうかっていうのは分からないわけですね。はい、で、今回やっている MBD とか 1DCAE を使うということは、どういうメリットがあるかっていうと、やっぱりまずは、このオンサイト調整するにしても、PID パラメータが自動調整できるとか、顧客の要求仕様を織り込んだ形で、パラメータが、自動的にまず決められると、それだけでそのパラメータを基準に、パラメータ調整をすることができますから、非常にそのオート調整が容易になると。これが現場の場合はですね、例えばもう全部初期のパラメータからもうハンドチューニングだってなってくるとものすごい時間かかっちゃうわけです。はい、で、当然なんですけれども、大体ですね、この自動的に、決定されたパラメータで、すぐにうまくいくってことは、ほぼありません。なので、PID パラメータのファインチューニングといって、その決められたパラメータから、ちょっとずつ調整をかけていくことになるんですけれども、じゃあ、
例えば P と I と D という3つのパラメータがあるときに、それをどう調整していくかって結構、分かんないですよね。しかもこういうプレッシャーの中でやれって言われるとなかなか分からないので、例えば自分があらかじめモデルを持っていて、そのモデルの中で想定問題を作って、その想定問題の中でいろいろとパラメータを調整してあげることによって、こういうケースの時にはこういう調整になるのかと。逆に言うと、調整が悪い、あるいは機器がこういう条件だと、こういうふうな応答になりがちなのかということが分かるわけですね。なので、その時の、事前の検討ができるという意味で、非常に大きな意味があります。これ、モデル、別に 1DCA じゃなくていいじゃないのって思うかもしれないですけれども、お客さんがいろいろ多様な中で、一個一個お客さんのその装置をですね、すごく正確にモデリングしておくっていうのは、これまた作業効率として非常に悪いわけなので、大まかに ESC の持っている、特徴だけを押さえておいて、お客さんによってそのパラメータが変わるよぐらいに、しておいてあげる方が検討も素早くできるので、そこの塩梅というのが非常に難しいんですが、究極的にはこの 1DCA の形でやってしまうと、そのモデルの作成コストであったりとか、実際にモデルを回すときの、計算コストであったり、いろんな面で有利になるということが考えられます。で、あと、当然、モデルの中には非線形性とか、あるいはその変動要因ですね、圧力が変わったとか、周辺の圧力が変わってるとか、そういういろんな要因が、検討できるので、ロバスト性というのを、今回ちょっとあんまり説明できなかったんですけども、要はパラメータが変わっても、大丈夫だよっていうことを、パラメータというのは制御対象のパラメータが変わっても、この PID パラメータに設定しておけば、システムが不安定化することはないよという、こういうのをロバスト性、堅牢性というんですけども、この堅牢であるということが、これも事前検討できますので、これ以上のこんなパラメータにしちゃうと、意外にもうシステムのパラメータがちょっと変わったらもうすぐに波状するなとか、そういうパラメータ選んじゃいけないわけなので、こういう検討も事前にできるということになります。ということで、さっきも言ったように、やっぱ簡易モデルでこういう検討ができるっていうのは非常に重要なので、さっきの ESC みたいなものに対しても、この簡易モデルの検討をするということが必要になります。で、今回のこの圧力制御機というのはですね、ちょっと面白くって、要は自社の中でもうほとんど閉じてるんですね。対象のシステムと、制御のループがこうやって閉じています。なんだけれども、実際には、この先に加わる供給圧力っていうものが、供給流量があって、最終的にはここの、持ってる圧力を圧力センサーで、確認をして、バルブを調整するということになるので、アクチュエーターとかそういうものは全部自分の中で持ってるんだけれども、最終的な圧力センサーの値が、このプラントの状態によって変わるっていうことになります。これ、ケース2でまたちょっと温度制御の例を示しますけれども、温度制御の場合はですね、大体装置があって、で、またヒーターとかセンサーがあるんですけど、大体ですね、自社の方でじゃなくて買い物してくるんですね。だから、圧力センサーの特性っていうのも、実はその買い物によって変わってくるし、同じく、そのアクチュエーターである、電力制御機の特性っていうものを買い物の特性で変わってくるんですけれども、この、今回の圧力制御機の場合は、そのあたりのこの青で囲んでいる部分っていうのは自分が、持っておける特性なので、これ MBD するとき非常にいいわけですね。買い物の特性っていうのは全部が全部分かんないんですけども、これは結構作り込み設計の段階で分かるんで、はい、そういう意味では、一つの、面白い例だなというふうに思っています。で、ただし、実際の制御系っていうものをやっぱり見てみると、コントローラーがあって、これバルブっていうのがいわゆるアクチュエーターになってて、実際のプラントですね、そのプラントの圧力、この大事なのはこの ESC の圧力なので、この圧力を見て、で、その圧力センサーをセンシングしているという意味では、これは、前のページのスライドで説明した、やっぱりこの形になっているということが分かります。はい。だから自分の中で、アクチュエーター持ってるとか、センサー持ってるとか、いろんな特徴はあるんだけれども、総じてみると、やっぱこういう形になってるっていうのは面白いですね。はい。で、一応、簡単に説明しておくと、この PID コントローラーは、この ESC の持っている圧力を最終的には計測します。で、この計測している、圧力情報と、圧力設定値というものを見て、ピエゾバルブと呼ばれる、いわゆるバルブの回路を操作量で決定します。これ、ちょっと不思議なもんで、外から実は圧力っていうのは供給されていて、この外から供給されている圧力をここの中のバルブで、調整し直すことによって、この供給流量が決まります。
この流量は圧力差で決まるんですけれども、この供給流量が決まって、はい、この供給流量が適切に、調整されていると、中の圧力が狙った圧力値に、どんどん近づいていくということになっていきます。はい、ということで、あとここは真空、ポンプとかあるんですが、これ、後で出てきた、結局圧力差で流れは起きるんですけれども、真空ポンプにしてると、その圧力がゼロだと。ここの圧力はゼロで、こことここの圧力差は、もう P2 によって決まるっていうような式になるので、そういうことをしている部分だと思ってください。はい。で、これのそれぞれの要素を要は 1DCH としてモデリングしていくんですけども、まずピエゾバルブっていうのは、もうこのバルブの特性値というものが分かっています。で、基本的には、入ってくるこの操作量ですね、コントローラーの決めた操作量と、外から来ている圧力と、ピエゾバルブから流れていく流量というものが、もうこの関係式で決まるということになります。なのですみません、先ほどこちらとの圧力差って言ったんですけど、このモデルではもうここで決まることになってますね。はい、多分ここの圧力がめちゃくちゃ高いんで、押し込めるだけのパワーを持ってるというイメージだと思っていただければと思います。さて、一応ここに単位が書いてるんですけれども、圧力すいません、パーセントじゃないや。圧力パスカルです。またこのあたりのね、単位系も皆さん、勉強していただくとよろしいかと思いますけど、はい。で、これ CCS っていうのもちょっと後で説明しますが、今回、あんまり単位系気にしなくてもいいので、とりあえず、この U と P1 と Q インっていうのが、あるんだなというふうに思っていただければと思います。で、その関係はこのような関係になります。つまり Q インというのは、操作量 U と、P1 っていうものが決定されると、それに適当な比例定数がかかって、Q インが決定されているような、そういう簡易なシステムになっています。これ、実際はもっと複雑な動きをするにしても、ここのまでの簡易式にできるんですが、ここに書いてあるように、これ P1 という変動する信号と U という信号の2つの積になっているので、これ非線形関数になります。さらに P1 にはルートまでかかっているので、はい、結構ややこしいですね。ただし、で実際にこれ出てきているのがこれです。P1 を、ある一定値にしたときに、その U と、この Q の、関係性を書いているものがこれですけど、まっすぐなってるの分かりますかね。なぜならば、これ P1 一定値だったら、ここ一定値になるので、結局 P1 が決定すると、何らかの形で傾きが決まるようなシステムになっているので、これ非線形といっても、割とですね、P1 という特性を決めてしまうと、もうほぼ線形になる、結構こう素直な非線形関数になります。はい、なので、事前に P1 の値さえ分かっていると、ここはもう線形システムとして見れてしまう。さらに、微分方程式で書かれていないので、ダイナミックスもないということで、これ静的な関数になっていますから、これ静的ゲインですね。この BP1 っていうのは、もう静的ゲインとして見なせることになります。で、ベータっていうのはこれ、経路と、この P1 が決まった元でのルート P1 の掛け算によって決まるケースのことを言っています。はい。で、こういうモデルを作ればいいよと。で、圧力センサーのモデルというのも、これもね、センサーっていうものが一般的にはこういうふうに書かれるということで、これもいろんな書き方ありますけれども、今回は、得られた圧力が、こういう、なんていうのかな、そのまま圧力情報として PID コントローラー入ってくるよと、本来電圧とかに変わるんですけれども、今回はその簡易的な検討のために、この圧力センサーで、圧力に読み替えてくれるというだけにしますが、ここで表現したのは何かっていうと、通常ですね、センサーというのは、わずかな遅れ特性というものが出てきます。つまり、実際の外の物理信号がこういうふうに一定値だったとしても、センサーの軌道から、軌道というか、センサーがですね、その値が変化してから、この実際の変化に追従するまでには、遅れが必ず生じちゃうんですね。これは、要はセンサーの量比っていうのは、この遅れの小ささによっても決まったりとか、あるいは当然分解能と言われるものでも決まったりするんですけど、この遅れ要素っていうのは考慮しておく方がいいケースが多いです。で、今回、例えばですね、これ5ミリセックの自定数を持っているセンサーだとこれぐらい遅れます。20秒ぐらいね、実際の応答に行くまでにはかかっているということで、はい、自定数で見ると、ちょうど半分ぐらいに行くところなんで、自定数よりもさらに長い時間、応答に時間がかかるということになります。ですかね。はい。で、
要はこれって見ていただいたら分かるように、センサーの、実際の物理信号を入力と取って、センサーの出力信号をこの青色と取ってあげると、これが一時遅れ系として結構書かれることが一般的です。一時遅れ系の、ファクターというのは、システム原因と自定数で決まるんですけれども、今回のケースで言うと、結局最終的にはですね、入ってきた物理信号とセンサーの出力が一致してもらわないといけないので、これシステム原因は1になります。つまりセンサーの特性を規定するのは、このセンサーの自定数、T センサーと言われる部分の値が、非常に重要だよということは覚えておいてください。この一番簡単なセンサーのモデリングっていうのはこんな形でやります。はい。で、先ほどもちょっと流量の部分ね、CCS って何っていう話がありましたけれども、ごめんなさい、これ SCCS だ。SCCS です。CCS ですけども、はい。これは流量の単位だと思っておいてください。で、これ質量流量と言われるものの単位で、基本的には、どれだけの、物体が流れていったか、その物体が流れていったっていう時に、どれだけの質量が、通過していったかを基準にとっているということです。で、さらに圧力条件下を、においての、ある圧力条件下においての、通過の質量流量を書くときに、この SCCM って書くと、1アトムにおいて時に、ごめんなさい、1分間で、0度の条件で1分間に 1cc の体積に大気圧のガスが流れることを示すということで、こういう形で書かれます。ちなみにこの M がミニッツの M で、S がセカンドの S なので、ちょっと今回の制御では、この SCCS を使います。ただし、今回、質量流量自体のこの質量をように意識しないといけないことはないので、はい。こういう単位系があるよということだけ知っておいていただければ結構で、基本的には流量というのは、流れを表すということさえ分かっていれば大丈夫です。さて、あともう一つ、さっきのこの、ね、収束時間と自定数の関係だけ少し説明をしておきます。まず、N% 制定っていうのは、さっきも出てきましたね、98% 制定って出てきたんですけれども、この98% 制定っていうのは、もう一回定義を確認しておくと、そのシステムのステップ応答において、最終値のプラスマイナス N% 以内に出力が収束するまでの時間を指しています。したがって、これだと、あるステップ応答が10で、収束するとするならば、プラスマイナス98%っていうと、9.8から10.2の間に、この出力が完全に収まった、その時の収まった時間を、制定時間というふうに言います。で、この制定時間をですね、自定数から一時遅れ系の場合は見積もれます。これね、一時遅れ振動しなかったりとか、微分方程式が簡単なので、結構これ解析的にすぐ出すことができるんで、覚えておくといいでしょう。はい、まず、一時遅れ系の単位ステップ応答っていうのは、このような形で表されます。これは、皆さんまたラプラス変換とかね、もう一回復習して思い出していただければと思います。で、この時に、出力の y が最終値の N% となる値が、yn、y バー n というふうに、もうこれはもう、例えば、ね、最終値が決まれば N% になるっていうのは、その数値が確定するので、yn とします。で、この時の時刻を tn というふうにすると、この式はこのように書き換えることができます。で、例えば今知りたいのは、この制定時間 tn なので、この tn イコールの形になるように、途中でログなんかも取りながら計算をしていくと、最終的にはこのような式で、求めることができるようになります。この式の過程で、yn っていうものが、k で割るって話が出てくるんですけど、これ結局ですね、なんて言ったらいいかな。結局、K の何パーセント、最終値の何パーセントっていうことを表しているだけなので、これ100分の N っていうので、ここでもうパーセンテージを、1を100% とした規格化していることになるので、ここは99% だったら、ここは0.99になるとか、98% だったらここ0.98になるというだけの話になります。はい。で、最終的に得られる計算式はこうなるので、この式にですね、例えば N を95とか99とか 99.9 とか入れてあげると、95% 制定でいうと15
秒なので、この辺ですね。確かに 95% ぐらいになってますよね。99% 制定。だからこれのもうほぼほぼくっついてるところで23秒。99.9 でもう多分見ても分かんないみたいな、ぴったしくっついてるところが 34.5 秒ということで、これ、基本的にステップオートは時刻無限大で、YT と完全一致するように前進する直線になってますので、これ計算をすればするほどどんどん向こうに、計算値がいっていきますが、まあ、我々、こんなんね、センサーノイズなんかでもこう振られてますので、大体使うのは95% 制定とか98%とか99ぐらいだと思います。まあ、割と 99% だとほぼくっついてるとみなせるので、そういうふうに考えると、99% の制定時間っていうのは、自定数の約 4.6 倍ぐらい持ってるというふうに思っていただくといいと思います。まあ、4.6がめんどくさければ約5倍と思っていただければいいので、自定数が、まあ、例えば1秒だよって言っても、最終的に一時遅れ系の場合は収束するまでにはほぼ5秒ぐらいかかるということで、これ結構な差なんですね。だから自定数で言われる方がいいのか、制定時間で言われる方がいいのか、その時その時ケースバイケースだと思うんですけれども、はいまあ、こういう計算式を知っておくと、非常に便利がいいんじゃないかなと思います。はい、あと、もう圧力センサー、ピエゾバルブと圧力センサーについてはこのようにモデリングができたので、あと、実際の ESC の部分のモデリングになりますけど、これもそんなに難しくはなくて、圧力っていうのが、結局、この元持っている容積の中で、入ってくる流量と出た流量によって残ったその、物質の量ですね。これが、この容積に対して、どれだけ大きいか、小さいかで、圧力というのは決まります。どんどん押し込まれてパンパンになっていけば、この入ってきている流量が決められた V という容積の中でどんどん大きくなってくるので、中で、それを押し出そうとしてですね、圧力が高まってくるというイメージは、なんとなくイメージ湧くかなと思うんですけれども、とにかくこのインとアウトの差でよって決まる中にとどまる質量の状態に応じて、圧力というのが決まるということが分かります。で、逆に、排出流量っていうのは、結局、こことここの圧力差で決まるわけですね。はい、こっちがパンパンに、張ってて、でこちらがもう何にも、ないと。要は、圧力があるっていうのは、中に物体がいるという、物体が中で運動してるっていう状態ですから、はい。それでいいのかな。圧力っていうのは力がかかってるので、中でどんどんなんか、ね、物体が押し合い、へし合いして、周りを押してる状態で、真空ポンプっていうのは中に何にもないので、もう押し合い、へし合いも何もしてない状態です。なので、真空状態っていうのは圧力がゼロになるので、こことここの差を求めましょうって言ったらこれ P2 になります。で、今度は流路係数といって、この流路の、抵抗みたいなものがあって、これが C という形になるので、流路係数が小さければ抵抗が大きい。で、流路係数が大きいと抵抗がちっちゃいので、P2 に対してバーッと流れていくっていうような形になります。でこれらの式を、統合してあげると、最終的には圧力の、微分方程式がこのような形で、書けるので、結局よく見る一時遅れ系の形になるので、この対象の ESC というのは、ほぼ一時遅れで書ける、ほぼというか一時遅れとして書けるんだということが分かります。先ほども言いました圧力っていうのはね、結局この中にパンパンに入れていくと、これタイヤなんか分かりやすくって、タイヤ抜けていくボーンがないので、どんどん入れていけば入れていこうとないやつは高まるという状態になりますから、圧力っていうのは割とこの容器が一定になっているということですね。容器の、容積が一定の中で、その中にどんどんいろんなものを押し込めていっては、その容器をどんどん中から押そうとするというイメージを持っていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、この第11回の授業においてはですね、この ESC の実際圧力制御をやってみましょうということになります。で、これは演習課題の4番なので、最終的にはですね、もう今提示している演習課題の方からフォーマットをダウンロードして、この問題を解いたものを提示してください。はい、問題です。以下の要求仕様を満たす圧力制御機の PID パラメータを設計したい。で、今までのページのスライドの情報をもとに、以下の問いに答えなさいということで、はい、1、2、3つ問題があります。ちょっとできるだけ現実の問題に沿った形で、問題を作りました。1つ目、後ほど表示しますが、シミリンクの PID コントローラーブロックを編集し、以下のシステムパラメータをもとに、極配置制御をベースとした PID コントローラーを設計しなさい。
ただし、コントローラーのサンプリングは1ミリセカンドで、これは変えてはいけません。で、さらに、離散化されたデジタル PID コントローラーとして採用することということで、これもですね、もうほとんど叩き台は作っています。ただし PID の制御構造いろいろ並びましたよね。これについては、皆さんに、自分で選択をしてもらおうと思います。要は内製したコントローラーなので、自分でいろいろそういう設計ができるよっていうところはメリットですね。はい。で、プラントパラメータが、表のように与えられると。これお客さんとか自社の情報、これが、ここまでが自社の情報で、これはお客さんの想定値になりますけれども、大体お客さんのとこって今までやってきた感じだと想定値これぐらいかな、みたいな、そういうイメージだと思ってもらえばいいと思うんですけど、はい。プロントパラメータが表の表に与えられるときに、プラントに対して PID 原因を決定し、要求仕様を満たす制御パラメータを設計しなさいと書いてあります。ちょっと注意してほしいのは、この供給圧力だけはキロパスカルで書いてあるので、実際はシステムはパスカルで計算するようにしていますから、ここに1000倍したものの値が入ります。ただ、皆さんがようにキロパスカル、使うことありますね。はい、この実は許可値のところで使わないといけないと思いますので、このキロパスカルで表示してるっていうことだけ注意をしてください。はい。パスカルで、計算をする必要があります。実際にはね。はい。で、これもちょっと後で説明しますけど、シミリンク上の計測ノイズを頂上したときに、要求仕様を満たすか否かを確認し、必要に応じて PID ゲインのファインチューニングを行いなさいということです。要求仕様はさっきと同じものをここに再掲しています。で、これをですね、ちょっと要求仕様を満たしているかどうかっていうのを目視で見るのは、なんか正確性にも欠けるし、ちょっと課題としてあまり適切ではないので、ちょっと私、皆さんに今回提供しているモデルってどんな感じかっていうと、ちょっとお待ちくださいね。今からシミリンク出します。結構ね、課題のシミリンクを作っていたら結構大変なことになっちゃったんですけど、ちょっと今シミリンクを起動しているところだと思います。ちょっとお待ちください。ちなみに、皆さんへの課題はどうなっているかというと、ちょっと今、うなってますけど、パソコンが。ちょっとお待ちください。出てきた。ちなみに皆さんにお配りしているのは、この演習課題読んで、ESC の圧力制御ってなってるやつです。M ファイルを起動してもらうと、M ファイルが立ち上がりますが、ノートパソコンなんで、ちょっとかなり起動が遅いです。ちょっとお待ちください。めちゃくちゃ電力食ってる。
すいません、ちょっとシミリンク、マトラボシミリンクってノートパソコンからするとめちゃくちゃ重たいので、ちょっとだけお待ちください。ごめんなさい。これ皆さんにお配りしている変な、これがいっぱい。はい、これ皆さんにお配りしているモデルです。さっきのプラントモデルのパラメータとか全部ここに書いてあって、で、これ ESC ドットかとか PR コントドットになってるんですけど、これいわゆる構造体と言われるやつで、ESC のモデルに関わるパラメータは、一旦この ESC という親の変数使って、全部まとめれるようにしてあります。なので、例えばこれを、実行して、ワークスペースの中に、こんないっぱいパラメータあるんですけれども、どういうふうに出てくるかっていうと、これもすいません、シミリンクちょっと起動してるんで遅いんですけども、ちょっとごめんね、さっきは別の回答用のシミリンクを起動してしまったから、ちょっと遅いな。さっきまでやってたんで、本当はキャッシュがちゃんとあるはずなんだけど、こんなに遅いもんなのかしら。うん、出てきた。はい、これが出てきたということは、ここにワークスペースの値が表示されるんですが、まあ、これは管理の仕方の問題で、うん、まずさっきもちょっとお見せした、こんな感じで、これいっぱい変数あるんですけど、ワークスペースすごく少ないですね。で、ここの ESC っていう中にパラメータがこんな感じで V と C というドット V、ドット C の形でそれぞれのパラメータが内包されている形になっています。だから PR コントってこれ、何の略かな。コントローラーなんですけど、PR は何の略だったかちょっと、プレッシャーコントローラーかの略で書きましたけど、まあ、ここにいろいろ入っていて、で PZV って、これか。PZV の中にはさらにピエゾバルブの、経路っていうパラメータとか、が入っているので、まあ、そのバルブまで分けちゃったみたいな感じですね。で、PID パラメータとか、あと、Umin、Umax っていうのは、実際のバルブの、下限と上限を言ってます。だからこれ0から100%なんで、流量をプラス方向に流すのはできるんですけれども、吸い込むことはできないので、マイナス100っていうのはできないということです。あと TS はサンプリング時間ですね。はい。まあ、ここのあたりはまた見てもらえばいいんですが、皆さんにお渡ししているシミリンクもほとんど出来上がってて、これ ESC です。はい。で、さっき言ってたプラントモデルがここにあって、で、これが外気圧です。ここパスカルのオーダーなんで、100キロパスカルであれば、はい、100キロパスカルであれば、ここ 100×10 の3乗で100キロパスカルになってます。で、ここはちょっとややこしいんですけど、これがなので、実際の、この、なんていうかな、プラントのコントローラーを指している部分になりますけど、つまりこの青い部分を全部書いているのがここで、ここがピエゾバルブ、これがセンサーです。ピエゾバルブは、さっきも言った入ってきた外側のセンサーをルートしているのと、経路で、ここで掛け算になっている。で、センサーは、
はい、ここ自定数だけを持った遅れ形になっています。でちなみにこれ、マスクっていうのをして、ここをダブルクリックするだけだと、パラメータをここに入れてねっていう形になっていて、ここにワークスペースのパラメータが入ると、その数字が反映されるようになっています。だから中身見たいときはこの矢印を押してください。で、この PID コントローラーも同じです。皆さんに作っていただきたいのは、この PID コントローラーの部分ですけど、これを、まずパラメータとしては、P と I と D を指定します。で、これは今適当な値として、ここの値を入れてますけど、これを極配置で決める方法を皆さんには考えてくださいねと言ってるわけです。で、あと下3つはこれ変えちゃいけません。これもともとコントローラーの持っているパラメータなので変えません。はい、この条件で、中で、PID コントローラーを、作っていくんですけど、これも目標値と、センサー値によって、誤差が出てくるところまで書いてあります。で一方で、こちらにも、入力の、ゼロオーダーホールドを入れて、で、ここは一応この上下限値を入れてますので、U ミニと U マックスを、ここは U ミニと U マックス入れとかないという。はい、いいです。0、100になります。で、ここ、デルタ U なんですけど、これさっきの要求仕様のところで出てきていた、その操作量変化が、ワンステップあたりの操作量変化を評価するために、ここにデルタ U というのを書いてあります。で、ここで PID ゲインを作るときは、普通にゲインブロックで KP と KI と KD を入れてくれたらいいです。構造体はっていう話なんですけれども、これ、マスクの中で、多分あんまり慣れないんで難しいと思うんですけど、このマスクっていう機能を使っていることによって、ブロックパラメータで読み込まれた値を、ブロックの中で KP、KI、KD と読み替えてますよって言ってます。なので、この入れられる値はこっちなんです。プラント、PID、KD。これ初期値としても入れてますけど、実際にブロックの中で反映される値はこっちになります。例えば、これさっきちょっといいやって言ったやつがあるんですけど、ここではプラント U のミニマムっていう値になってるんですけど、これを下限値のこっち側に反映するときには、これですね、これ Umin と Umax っていうふうに打ってあげるだけで反映されます。これが、マスクのちょっといいところですね。だから、こっちが関数でいうところの、なんていうか、引数で、中ではもうその引数で、受け取ったパラメータを使って、ここの表現ができると思っていただければいいです。いいですかね。だから皆さんが作るのはここだけの話。ここの構造と、ここのパラメータの決定方法を考えるだけになります。で、ちょっと問題は制御性能をどう測るんだって話なんですけど、これちょっと今実行しても何にも起こらないので、こちらが皆さんへのデモ用のモデルになってます。ちょっとここに変なの言いますけど、無視してください。で、ここにはもう PID 制御機が埋め込まれている状態なので、私が設計した極配置で制御すると、ちょっと1個だけチェックさせて。ここを見ると制御結果が出てきます。で、これ4つの画面に分かれていて、ここが、目標値と実際の出力とセンサーの値を同時に出す部分。で、これが実際のコントローラーの操作量の U% を出す部分。で、ここが供給圧力を見てるんですけど、これはもう変わらないです。で、あと、実際のモデルではパスカルで計算してるんですけど、キロパスカルで出してる部分。で、これが、これも、CCS で出てるものをわざわざ CCM で出してますが、これも別にそうする必要はなかったんですが、Q アウトが出てる部分です。はい、で、これを見てあげると、これ制御が、
一応ちゃんと私の中では設計したつもりなので、はい、こんな感じで、できていますね。制御が結構できています。で、これね、こうやってすると、今の実際の値これ、みたいなのがわかります。センサーとしてはこれ見てますよ、みたいな。わかります。で、これで何をチェックしたいかっていうと、さっきも出てきていた要求仕様を満たしてるかどうかをチェックしたいので、はい、制定時間が1秒以下、オーバーシュート 2% 以下、操作量の変動制約が 5% 未満になっているかというところを確認したいんですが、まあ、目視で見てもいいんですけど、これちょっと微妙ね、これ1なんか本当にね、制定してるかちょっとわかんないので、これをですね、私こちら側に全部評価できる装置を作りました。で、ここに制定時間が書いてあります。で、こっちは、オーバーシュート量が書いてあって、こっちが、操作量の最大値、ワンステップあたりの最大値が出てくるようにしています。で、これが、ここにも書いてあるように、これが1未満であれば OK。以下だから、まあ、イコールも入れていいんですけど、まあ、未満の方がいいでしょう。で、オーバーシュートもこれ、20パスカル未満にしてあって、5%未満になってるので、これ今、全部満たしてるんですね。要求満たしてる状態だから、あ、これ OK だっていうことが、ここ見れば一目でわかるので、皆さんは作った装置、シミュレーションを回したら、ここを確認するようにしてください。じゃあ、もうこれで、あれ、課題終わってるやんと思うんですけれども、実はこれとこれがさっきの課題です。で、最後、計測ノイズを頂上したときにっていうことなので、計測ノイズはどこにあるかっていうと、ここに計測ノイズがあるので、これをですね、ダブルクリックすると、もう決められた今、計測ノイズが、この入ってきたセンサー値にノイズが入るようになっています。で、実行してあげると、本当に微妙なノイズが入ってて、もうほとんど見えないでしょ、これ。ね、センサーノイズ入ってるんですけど、少しサバサバサバってなってるんですけど、まあ、ほとんど入ってないんですが、はい。まあ、U とかが結構このノイズによって振られるようになります。で、応答性能ほとんど変わってないように見えるんですけど、はい、実は、制定時間はまあ問題なし。オーバーシュート量も問題なし。ただし、入力の差分値だけがこれね、バタバタ動いてるんで、5%超えちゃってるんですよね。はい。だから、これ満たしてないんです。だから計測ノイズが入っちゃったことによって、これ満たさなくなっちゃったので、これを調整しないといけないという話になります。で、まあ、これ例えばある調整をしてあげると、ちょっと今調整をしました。はい、ある調整をパラメータ、ここは PID のファインチューニングをしてるんですけど、ちょっとこの値下がったな、みたいな。はい、なんで、もうちょっと下げようか。はい、で、ファインチューニングすると、これ毎回だ。はい、こうなっちゃった。はい、これ分かりますかね。すっごいオーバーシュート量増えた。5% を切ってないし、オーバーシュート増えたし、もう制定時間も1超えてるんで、もうこんな状態になっちゃうんですね。これ結構難しいんですよ、だから。はい、ファインチューニング難しい。ですが、まあ、私がとりあえずファインチューニングをできそうだなっていうのでやってみた結果、いけるか。もうちょっとファインチューニング。ちょっとファインチューニング。もうちょっといけそう。ちょっとファインチューニング。いやこれダメなんだ。ファインチューニング。オーバーシュート量がね、ダメだから。これもダメ。どうだもうちょっと。はい、ファインチューニングをして、もうちょっと、もうこれ方針が大体分かってきたので、ファインチューニングうまくいき始めてる感じですね。もうちょっと方針。ちょっといけるか。一応答えがあることは確認しているので、微妙。
要なんですが、これね、ファインチューニングをしていって、要はノイズ環境下でもここの要求性能が満たせられるようにちょっと調整をしていってほしいなと思います。でさっきも言ったんですけれども、これ答えはあるので、その答えを今見失っていますけれども、そうだったっけ？これで答え。これでもオーバーシュート大きいのかな。ここまで下げたい。ちょっと増えちゃった。ごめん、ちょっと時間がもったいないので、はい、ファインチューニングをして、この要件がノイズ環境下でも満たすようにしてあげてほしいなと思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれども、はい、皆さんにはこの課題をちょっと実際にやっていただくということになります。では、第11回の授業については以上になります。はい。頑張って課題の方をこなしてみてください。